16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は、あなたの肩は凝っているのでしょうか？肩こりかどうかの判断方法を教えますというお話をしたいと思います。実は、整形外科の外来をしていると、たまに私の肩って先生凝ってるんですかというちょっと変わった質問をしてくる患者さんがいらっしゃるんですね。意外と自分では肩が凝っているのかわからない。でも美容院や、散髪屋さんやいろんなマッサージ店など行った時に、あなたは肩がガチガチに凝ってますねという言葉を聞いてしまうと、なんだか不安になってしまうという方もいらっしゃるんです。重要なことは、肩や背中が本当にカチカチに凝っているのかということではなくて、本人がそれを苦痛に感じるかどうか、苦痛かどうかということがとても重要なポイントだと私は考えています。ですので、もしその凝りの強さによらず、自分がそれをとても凝って辛いと思うんであれば、それは治療の対象ですし、人に指摘されても自分では別に苦痛感も辛さも生活上の支障も何にもないとすれば、それは治療の対象にはなりません。この観点から見てみると、肩こりというのを3つに分類できます。こちらをご覧ください。まず、本体性肩こり、症候性肩こり、そして心因性の肩こりがあります。一つずつ見ていきましょう。本体性肩こりとは、ある意味、原因不明というか、よくあるありふれたことによって起こる肩こりというものです。例えば、過労、疲労、運動不足、冷え、冬だから寒い、夏だからクーラーで冷える、そして悪い姿勢、こういったたわいもないありふれたことで起こってくる肩こりです。これはきちっと姿勢を良くすることや、冷えに対する予防をすること、また疲労しないように適度にストレスを発散したり、体を休めたりすることによって解消できるはずです。次の症候性の肩こり。症候性とは、要は病気によって起こってくる肩こりです。整形外科の範囲のみならず、内科、耳鼻科、小児科、皮膚科、様々な病気で起こってきます。例えば、高血圧や心臓病、また脳外科領域の脳梗塞や脳出血、片方に起こる麻痺、あとは眼科で言えば視力障害、視力低下をきたすような様々な病気、皮膚科で言えば例えばアトピー性皮膚炎など、夜中に、ボリボリかいてしまうようなかゆさが出てしまうような場合も、結構日中に肩が凝ったりっていうことが起こります。このような病気から起こってくる肩こりを症候性肩こりと呼びます。最後に、本体性でも症候性でもないもの、そこに心因性の肩こりがあります。心因性とは心が原因で起こる肩こり。実際にはそういった患者様の肩を触ってみると、全く問題なく肩は柔らかい、別に凝っているところはない、でも本人はとっても肩こりがひどいと思っている、こういった場合には心の肩こり、心因性の肩こり、うつ病や気分障害や不安症などがあるわけです。いずれも本人がとても辛いと思っているのであれば、それは何らかの対応をしてその症状を取ってあげることがとても重要になってきます。では、肩こりという言葉は日本ではいつ頃この言葉ができたかご存知ですか？いや、わかりません。およそいつ頃だと思いますか？だいたい100年前ぐらいですかね。実は19世紀1900年頃にはもうすでにこの肩こりという概念が存在していたようです。樋口一葉肩が凝るとか、なんと夏目漱石も自分の著書の中に首から肩のあたりが
石のように凝るという表現を使っているように、その頃から日本人はどうも肩こりを感じていたようなんです。はい、そんなに日本人は昔から肩こりだったんですね。そうですちね。なみに肩こりって日本人独特の症状なんでしょうか？いい質問ですね。実はこの肩こりという表現は日本特有のものですけれども、それに近いような感じ方、概念はもろもろ西洋問わずあるんですね。例えば英語でこの肩こりを表現してみましょう。肩こりという言葉は、肩のみならず、頭から首から両肩、そして背中全体、実は腕までも広い範囲を司っている神経や筋肉によって起こってくるんです。ですので肩こりって言っても肩だけの問題とは思わないでください。後頭部からもう全体背中まで不快感を感じるとき、これは肩こりの範疇ということができます。そしてその症状についてもいろいろな表現があります。痛みをこりと呼ぶ人、こり感をダイレクトに肩こりと呼ぶ人、そして疲労感、なんとなく疲れた、こんな状態をこりと呼ぶ人によってまちまちであって、こう呼ばなきゃいけないということはないわけですから、要は肩こりというのはその人その人の表現によってちょっとずつ変わってくるわけです。英語で示すと首はネックと言いますので、ネックペイン、首の痛み、ネックスティフネス、首のこり、ネックファティーグ、首の疲労感、すべて肩こりです。肩に関して言えば、肩はショルダーですので、ショルダーペイン、痛み、ショルダースティフネス、こり感、ショルダーファティーグ、疲労感、肩に感じるこれらの症状も全部肩こり。最後に背中ですね。背中はバックと言いますので、バックペイン、痛み、バックスティフネス、こり感、バックファティーグ、疲労感、すべて全部が広い意味で肩こりを表す英語になるわけです。アメリカ人が、この嫌な感じ、痛み、こり感、疲労感を感じたとき、それぞれさまざまな表現がありますけれども、日本人はこれをひとまとめにして肩こりと呼んでるようです。先生、自分では肩こりだと思ってないんですけど、人に触られると肩こってるねって言われるんですけど、自分は肩こりなんでしょうか？厳密には他人から指摘された肩こり、自分で自覚する肩こり、どちらを肩こりって呼ぶかは決まってないわけです。先ほどもお話したように、重要なことは本人が苦痛を感じているかどうかです。どうですか？その肩こり、別に自分で辛いと思っていますか？自分では辛くは思ってません。そしたら別に治療する必要はないんです。いつも通り元気に体操したり活動してください。はい。はい。先生、肩こりってどこを触ればわかるんですか？先ほどお話したように、肩こりといっても肩だけではなく、後頭部から背中や腕まで全体とても広い範囲なんですが、そこには圧痛点といって押すと痛い場所があるんですね。それが自分でもいいし家族でもいいので、誰かに押してもらった時、ああ痛いな、不快だなと思うのであれば、それは肩こりの可能性があります。そのポイントを教えましょう。背中を貸してください。まず後頭部、頭の付け根に大後頭神経といって、大事な神経が出ているツボがあります。ここはちょうど首の神経が頭の中に入っていく大事なポイントで、そこに押した時の痛みがあると、肩こりの可能性があります。また肩こりから頭痛が起こっている可能性もあります。次に首です。首は耳の後ろから鎖骨にかけて胸鎖乳突筋という首筋の筋肉があります。これも肩こりでよく痛くなります。触ってみましょう。どうですか？痛みありますか？痛いです。はい。これは痛気持ちいいのではなく不快な痛み。この場合圧痛点が陽性ということになります。
次に背中。肩甲骨という骨には真ん中に肩甲棘という骨の出っ張っている部分があります。その上と下に、棘上筋、棘下筋というのがあって、これもどうですか？押すと痛いですか？痛いです。これも痛いですか？そこも痛いです。はい、両方ともあります。右と左と両方見ていきましょう。右も痛いですか？右側も痛みます。これも痛いですか？痛いです。はい、今は右左とも背中にも痛みがありました。では次に腕です。首、肩が凝ると腕までしびれてきたり痛みが出ることもあります。関連するこりですね。肘の外側、ここにもポイントがあります。どうですか？痛いですか？痛いです。はい、これも圧痛点陽性ということになります。このように後頭部から背中、首筋、腕まで広い範囲の圧痛点を左右とも見ることで、どのぐらい肩こりにつながる症状があるのかを推測することができるわけです。先生、肩こりはどうしたら治るんでしょうか？はい、まずあなたの肩こりが先ほど説明した本体性の肩こり、症候性の肩こり、心因性の肩こり、これの原因がどこにあるかということをまず見極めることが大事です。本体性の肩こりであれば、冷え対策、適度なエクササイズ、良い姿勢、こういったことに気をつければ治るはずです。でもそれを一定期間しっかりやったにもかかわらず良くならないとすれば、何らかの病気が背後に控えているかもしれません。例えば最近どうも血圧が高いなとか、動悸がするなとか、アレルギー症状がひどいな、こんなことがあれば適切に専門の科を、受診してください。根本的な病気を治すことで肩こりも取れるはずです。また精神的なストレスないですか？ストレスは最近あるかもしれません。仕事や友達のこと、職場環境、いろいろなことでもし悩みがあるとすれば、それも肩が凝ってしまう原因になるので、精神的なストレスをうまく解消することも肩こりを改善する良い方法です。今日は肩こりの分類と対策についてお話をしてまいりました。日中と夜間、両方ともまず姿勢を良くすることから始めてみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。